幸せでありますように。40代男性の方、不安を感じやすい、体質を変えたい。小さい頃から人より不安を強く感じることが多く、周りが普通にできることでも怖くてできないということがあります。たびたび不安障害という薬をもらって飲んでいますと。一方で勉強など何か一つのことにのめり込むような性格でもあります。自分では存在欲が強すぎるのだと思います。不安を解消、軽減するにはどうすればよいでしょうかという質問です。じゃああんた勉強にのめり込みでしょ。だからそれやってくださいよ。でこの思想を全部読んでるわしのこの過去性の癖がよく見えてくるんだけど、理性に基づいて説法するんだからこれはちょっと言いづらいんですよ。だから自分がちょっと気分明るくなることをずっとやってください。勉強など何か一つのことにのめり込むような性格で、それを良いように使ってください。しっかりしたもの、役に立つもの、自分の他人の役に立つものを勉強しまくるんです。どんどん難しいことを勉強してください。そうすると妄想はあるかもしれませんだけど、思考生まれてくるんですね。だから思考妄想っていうのは同じ時間でできないんです。だから心っていうのは一本の一事件で流れるものだから、瞬間瞬間心がね。だからある瞬間で心2つ3つないんです。だから妄想する瞬間に妄想しかしてない。思考する瞬間で思考しかしてない。ですからそこの法則使って勉強する研究する時間を増やしてください。それで妄想が減るんです。それで勉強して得たものが自分の他人の役に立つんだから、それは使えるんですね。そうすると不安とかなんとかはなくなるんですね。自分知っていることを人に頼まれてやってあげてるんだから、そちらに不安はならないんですね。今思い出したのはこの外科の西洋医学っていうのは外科しか何も進んだもの何もないんだけど、でも人の体を切ってへっちゃらいじれるんだからね、これ相当怖いはずなんですけど、でも私は何回も手術台に横になったことあるんだけど、普段普通のおっさんでいろいろ言うことはどうかなとかね、あれやこれやとか言ってるんだけど、手術室でしっかりしているんですね。だから目の手術した時でも私は目を切って中にものを取り出すんだから、ちょっとでも間違ったら私は失明でしょうね。それで私がもう手術失敗しまったと言ったら、もうものすごい高額な弁償訴えなくちゃあかんでしょ。
それぐらいのものあるのに全然何のことなく落ち着いてるんですね。びっくりするほど落ち着いてるんです。この連中瞑想でも知ったのかいと思うぐらい。でもその先生も後で私の部屋に来ていろいろしゃべる場合はごく普通なおじいさんで。だからそこでどういうことかというと、手術に対してはものすごい自信があるんですね。それプロだから。それだけはしっかりやりますよと。だから誰だってみんな完璧性格じゃないんだから、どんな人の性格にもいろいろなんか直してほしいところあるとは思いますけどね。どんな人でもね、自分の性格でね、こういうところ直してほしいっていうところはあるんでしょうね。で、治らないね、そんなのは。それに法則があります。自分の自我で直してほしいと思ったんだけど、直せるのは真理の立場から見るときだけなんです。だから本人に自分の性格は真理の立場から見えませんね。主観でしか見えません。だからそれ治らないんですよ。だからそれで我々は何を理解するのかというと、誰の性格も完全無欠じゃないんです。みんな。それでいいんです、別に。そんなのは治すぎて頑張っちゃうと治れないんだから、無駄な時間なんですね。無駄な努力、生きる時間なくなっちゃうんです。だから各人の性格のある良いところだけ使ってその辺でプロみたいな感じになれば、いくらか安心して生活できます。で、例えば外科の先生が手術する時だけ自信満々ですけど、他もう不安だらけ。普通の人間としてもう不安だらけ。ご自分にも子供がいるならば、子供のことをどうするのかというと、もう不安だらけ、心配だらけで、それはそのままなんです。有名な医者だからって言って、子育てしっかりできるわけじゃないんです。だから何か一つに人々は専門家になるんです。だから失踪した方も勉強とかなんとかよくできると思っているんだから、そこら辺で頑張ってみてください。よくいいものを勉強してください。ちょっと難しいことを勉強してください。他の人はやりそうもない難しいことでも勉強してみてください。それであなたの生き方が見えてくると思います。以上です。